改めましてこんにちは、コバトーンです。今回は星見みやびエキシビジョン修行に果てなし前列ゾーンゼロということで、非常にいい PV が先日公開されたので、それを一緒に見ていきつつ、それのポイントっていうんですかね、こういう見方できるよねっていう新しい視点を提供できたらなと思っております。まずはね、どんな映像だったっけって思ってる人も多いとは思うので、一緒に本編見ながら一周まずは見てみましょう。じゃあちょっと画面を VTR に切り替えます。今電車なの。はいはい、すぐ修正するわ。音いいよね、この PV。ゆりさんこんにちは。はじめましてか。はじめまして。あつこめありがとうございます。ここのカメラワークいいよな。ちゃんとホラーっぽい。この抜き方ね、クソかっこいいよ。めっちゃかっこいいよ。ここの剣撃の描き方も最高だよ。この速度の緩急もね、素晴らしいです。で、ここからシーンが2つ目に入れ替わります。いやー、かっけー。やっぱ速度のなんか緩急すごいよなこれ。でここから水墨画タッチの作画になって、でさらにちょっとアニメタッチに戻して、でここからもう 3D 戻る。でもう一回 3D ですね。動画コメントしたことあるんですが、ライブは初見です。ありがとうございます。パッ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 となってにゃんこ。ただいまー。あれ、猫ちゃんと喧嘩の修行？猛獣との意思疎通も立派な修行だ。課長、今日もまた脳内の敵と。にゃかわいいですね。はい。じゃあ画面を戻します。はい。こんな感じですね。そうですね、ゆりさん。全ゼロアニメーションが一番スタイリッシュな感じしますね。すごい映像表現がなんかこう、最近のというか、新しい表現をいっぱい使ってますよね。2次元と3次元の入れ替えもめちゃめちゃやるし、すごい映像になってると思います。で、今の映像を見ていただいて、どういう風に感じたかなっていうポイントなんですけど、大体の人は、こう、雅の可愛さとか、その猫と戯れてる感じとかで、めっちゃ可愛い PV みたいな感じとか、あとはスタイリッシュっていうところに、こう、ググッとくるんじゃないかなと思うんですけど、今日は新しい視点を、提供できたらなと思っております。というのがこちらですね。今回注目したいのが、雅の凄さを表現してるんじゃないかなっていうポイントで、その、妄想の中で戦ってるみたいなところから、僕らにも中学生の頃ね、中二病みたいなのがあったとは思うんですよ。学校の教室に特殊部隊が、テロリストが入ってきてさ、なんか特殊部隊みたいな感じで、俺がなぎ倒してやって、どやみたいな妄想をしたことがある。そんな経験が、雅にも未だにあるんだね。可愛いみたいな感じで見ちゃうかもしれないんですけど、実はちょっとそことは一線を画す見方もあるぜっていう、見方を提供したいなと思います。もちろんその見方をして、可愛いな雅っていう見方をするのも全然ありな見方だと思うんですが、そのレイヤーのさらに下にもう一層違うレイヤーとして、こういう見方もあるんだぜっていう視点の切り替えみたいな感じで考えていただくといいんじゃないかなっていう視点を紹介します。というのもですね、今、雅が
やってたことっていうのは、まあ妄想とは違ってシミュレーションなんだよっていう話をしたいなと思います。で、妄想っていうのは、まあ自分にとって都合のいい展開、まあいわゆる俺強えみたいな展開をさせることが多いんですね。まあさっきのそのテロリストが入ってきて特殊部隊のように倒していくみたいなのって、まあ実際自分にそんな戦闘能力はないし、無理筋じゃないですかっていうので、かなりこう都合のいい妄想をしちゃっているっていう状態が、いわゆるその妄想の域ですね。じゃなくて、雅がやってるのはシミュレーションに近い動きだと思います。というのも、自分にとって逆に都合の悪い想定をしてイメトレを行っているからっていうことなんですね。で、まあなんでそんなことが言えるのかっていうポイントなんですが、それがこちら。はい。で、最後のこのシーンなんですけども、よーく見てみると、この机の上にですね、本が置いてあるんですよ。あと手に持ってるやつを注目してほしいんですけど、背表紙にギャラクシービーストっていうのと、こっちの本が、放浪の武芸者っていう本が置かれてます。で、表紙には、カラカサというか、傘をかぶった武士の姿が描かれてますね。で、雅が持ってる本には、列車が描かれています。ちょっとちっちゃいんで見づらいとは思うんで拡大してみると、こんな感じ。はい。こんな感じでね、書かれているんですよ。で、まあ、全ゼロって、りんちゃんのシャツとかもそうだと思うんですけど、天才子みたいに書いてあるやつみたいなシャツとかと一緒で、こう、本物っぽいけど実在しない全ゼロフォントみたいなの大体のデザインで使ってあるじゃないですか。なんですけど、こう、たまに意味を持たせたいみたいな時ってリアルに存在するこのカタカナとか漢字とかを使ってきたりするんですね。で、まあ、あえて画面内にこいつらを配置してるということはちゃんと意図があって見せたいんだなっていうことが伺えると思います。で、まあ、こいつらを読みながら、その想像を膨らませてるっていうところからして、まあ、妄想というよりかはこういった外部の資料を元に、想定をしてるっていう修行の仕方なんだなっていうことが考えられるんじゃないかなっていう視点ですね。で、まあ、その外部の情報に頼るっていうのは何がいいのかっていうと、自分の内がさっきの妄想みたいなスタイルだと非現実的になりすぎちゃったりするんですよ。その特殊部隊みたいに自分強くしちゃったりとか、相手が都合のいいように策にはまってやられちゃうみたいなのを描いたりっていうのをやりがちなんですけど、まあ、そういうのばっかりになっちゃうんですよね。言ってみればね。で、まあ、パターンもすごい少なくなっちゃいます。で、まあ、いろんな攻撃方法でね、本当の敵ってのは攻めてくるとは思うんですけど、そのバリエーションが膨らましにくいっていう問題に陥りがちになってしまいます。なんですが、まあ実際のその実在の人物とか事件を対象にしたり、架空の作品をイメトレに取り入れるっていうことによって、実際にこう、なんて言ってやるんだよ、現実に即した内容だとか、架空の作品においても、その作品の舞台設定みたいなのがあると思うので、それに即したルール設定、世界観設定で、想定をすることができます。で、まあ自分の外にある物事なんで、まあいろんなところから引っ張ってこれて、無限のパターンを用意することができるよっていうので、まあ修行をたくさんしたいっていう雅にとっては非常にいい情報源なんだろうなっていう感じで見ております。あ、柴犬さんこんばんは。いつもと違う解説をしております。はい、じゃあ次いきますね。で、まあこの自分に都合の悪い想像をしているっていうところが、ポイントにはなるんですが、実際にどんな都合の悪いポイントを想像しているのかっていうのを次から紹介していきたいなと思います。一つには、襲撃タイミングの悪さです。これをちゃんと想定しているっていうのが、まあ、すごいポイントでもあるよということで、すごポイント1で紹介していきたいなと思います。この襲撃タイミングの悪さの大項目なんですけど、一つは電車での移動中であるということですね。もう一つがトンネルを出たところであるということです。で、最後が紅茶を飲んでいるところっていう感じなんですが、それぞれ詳しく説明させていただきます。で、まずは1個目、移動中であるっていうところですね。まずはこの電車での高速移動中なので、まあ、外部から人が入ってくるみたいなことはできないじゃないですか。なので基本的にはこう増援が望めないっていうことと、まあ、外部からの往来不可っていうことで、孤立無援の状況である
という状況が、まずは不利な状況ですよね。で、さらに言うと、場所も狭くなってます。なので剣を振り回すタイプの攻撃を行う雅にとってはすごく攻撃がしづらい、戦いにくい場所であるというふうなことが言えると思います。なので、映像、ここにスクショ貼らせてもらったんですけど、見ていただくとわかるんですが、通常、左腰側から剣を引き抜く動作でバットを行う雅なんですが、この時に関しては、くるくるって回して、背中側に剣を一旦置いて、バットをするっていう感じで、狭い車内でも抜きやすいスタイルで、バットを行っているっていう、はい、ことをやっていますね。それが見て取れます。ちょっと多分この抜き方ね、詳しい人が見れば、なんとか抜きみたいな感じの名前があると思うんですけど、もし知ってる有識者いましたら教えてください。で、さらに言えば、電車ですから、その乗客が乗ってるということで、周囲への被害とか、その人たちを守るっていうことも想定しなくてはいけません。なので、まずはこの乗客たちを逃がして戦っている様子が描かれていましたよね。朝霧レイさん、もちこめさん。こんにちは、こんばんは。じゃあ次行きますね。よいしょ。次のポイントが、トンネルを出たところであるっていうのも結構ポイントです。で、このトンネルに入るっていうことなんですけど、トンネルってその電車の幅に対して結構ぴったりというか狭いじゃないですか。なので、基本的に外側から砲撃されたりとか、攻撃を受けるリスクっていうのが低いエリアなんですね。なので、普通は狙われないっていう低リスクなエリアでもあります。ただ、そこから抜けたタイミングを狙って襲撃しているっていうのがすごい攻撃タイミングとして秀逸かついやらしい、すごく嫌なタイミングでして、暗いトンネルの中から明るいところにパッて出ると、皆さん日常で体験あると思うんですけど、暗いところから明るいところ出るとファーって、眩しいってなって、目がしばらくチカチカして見えないじゃないですか。で、ちょっと慣れてくると、明るさがだんだん落ち着いて、普通に見えるようになると思うんですけど、これを明順応って言います。逆に暗いところに行った時に、徐々に暗いところに目が慣れてきて、見えるようになってきた、みたいになるのは暗順応って言います。で、この明順応とか暗順応があるせいで、その明るいところに行ったばかりの時とか、暗いところに入ったばかりの時っていうのは、すごく無防備になりやすいタイミングなんですね。で、そのタイミングで襲撃をしてきてるっていうのがめちゃくちゃ、いやらしくて嫌なタイミングだと思いますね。すごく不利な状況を想定して、雅がイメトレしてるんだなっていうのがわかります。で、さらに言えば、この列車って別にホロー内を走ってないんですよ。普通の乗客が乗ってることからもわかる通り、ホロー内を、普通の人たちが乗ってる列車は走らないので、ホローでもないところにもかかわらず、襲撃をしてくるっていうね、あんまり想定できない状況をイメージしてるっていうのもまた不利な状況を描いてるっていうポイントですね。で、もう一個ですね。雅がちょうど気を抜いてしまったタイミングで、襲撃が来てるっていうのも、また、雅のストイックさが出てるなって感じたところです。ちょうどこのホロじゃねえや。エーテリアスが来たタイミングは、雅が目つぶっちゃってるんですよね。ちょうど気が緩んだタイミングで襲ってくるっていうことを想定してます。で、さらに言うとですね、この気が緩んでる状態を作る要因として、この紅茶を飲むっていうのがね、結構大きいアクションになっているよっていうのも、ちょっと心理学チャンネルらしく説明させてもらおうと思うんですけど、この、身体化された認知っていう考え方があって、エンボディードコグニションみたいな、元の単語があるんですけど、どういうものかっていうと、あったかいものを触ると気持ちもあったかくなるし、冷たいものを触ると気持ちも冷静になるよみたいな感じで、体に触れてるものとか、肉体的に感じてるものによってメンタルが変動するよっていう現象が言われてるんですね。で、実際に交渉事をするときとかっていうのも、相手が飲み物を飲んでる瞬間に、こっちの要求みたいなのをタイミングよく話を振ると、飲み込む動作と、条件を飲むっていうのが、身体感覚的に似てるから言葉が近いんじゃないかっていうふうにも言われてはいるんですけど、実際に要求が通りやすくなるっていう現象も、交渉術の世界だと言われてたりするんですね。なので、皆さんもね、感覚的にはわかると思うんですよ。あったかいスープとか飲むと、なんか、落ち着くな、みたいな感じで、気が緩むじゃないですか。
みたいな感じで、あったかい紅茶を飲んでるっていうのは、すごく、みやびにとってこう、状態が緩みやすい状況ではあったと思います。それかつ、さっきのそのトンネルに入るっていう現象を通して、まあ、ふっと気が一瞬緩んでしまって目が閉じてるっていうタイミングの時にエーテリアスが攻めてくるっていうことですね。で、そのなんか最初にバーンってこうガラスにぶつかってくる瞬間あるんですけど、まあスローで確認してみると、ぶつかってくる瞬間にはもう目をパッて開けてるので、さすがの反応速度だなっていう感じではあるんですが、まあ横でなんかこんなビカーンってされてるので、もし仮にこれがなんかこう、攻撃のなんかこう、波動拳みたいなのを出してくるようなやつだったら、ここで食らってしまう可能性っていうのはあるので、すごくこう、不意打ちをされたっていう状況を、まあ、自分へのなんかこう、戒めというかね、こういう状況でも気を抜くなよみたいな意味を込めて、イメージしてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。必殺技って書いてくれましたが、そうですね。この、ビカンってやつが仮に、なんか、脅しというか威嚇みたいな感じでしたけど、これが仮に攻撃だったら多分回避不可ぐらいの距離に詰められてるので、まあこういう時でも気をつけとけよみたいな自戒の念を込めたイメージなんじゃないかなと思いました。で、さらに、今のね、すごいポイント1だったんですけど、次の、振りポイントとして、敵が強いっていうことですね。まずはその最初の電車内エーテリアスなんですけど、まあ戦いづらい状況で数がいっぱいいる。っていうのがまず一つ目。で、そいつらが倒した後に出てくるのが、この、まあそいつらが合体したのか何なのか、ちょっと映像表現的には合体したみたいな感じになってるんですけど、ドッペルゲンガー雅みたいなのが出てきますよね。で、こいつと戦ってる中で、画面が切り替わって、水墨画っぽい表現にも移行したりするんですけど、ひょっとしたらワンチャン、こいつ昔のうつろ狩りなんじゃないかなっていう説もありそうだなーって思ってます。こっちの、近代的な作画で描かれている方は、おそらく、ドッペル雅なんですよ。この刀の形状をね、よく見ていただくとわかるんですけど、雅と同じ刀を持ってるので、まあ、この刀を持ってるっていうことは、まあ、おそらく、雅本人なんですが、この、ちょっとこう、昔っぽいところで戦ってる。まあ実際にこう戦ってるのも林の中みたいなところで飛び交って戦ってるので、ひょっとしたらこれは時代設定が昔みたいなイメージをしてるんじゃないかなっていうことで、ワンチャン昔のその初代うつろ狩りがどうのこうのみたいな話も出てきてたから、その人なんじゃないかなっていう説もありそうだなって感じました。で、よく見てみると、剣一緒なんですよね。剣とこのまあ、鉄鋼なのかな腕鋼なのかなこの、右手のアーマー、左手のアーマーみたいなものも同じのを使っているので、まあ、ストレートに考えるなら、ドッペル雅みたいな感じなんだろうとは思うんですけど、一応作が変動してるのと、あと、なんか別カットだと、ちょっとなんか服の衣装が違う感じのカットもあるので、ひょっとしたら昔のうつろ狩りに、こう、なんかこう、ドッペル雅と戦ってたところからイメージが膨らんで、昔の先輩はこんな戦闘スタイルだったろうからこういう風に戦おうみたいなね、イメージが膨らんだのかもしれないなっていう見方をしております。はい。で、次。はい。で、敵が強いその2なんですけど、まあ、次に戦うのがこの武芸者ですね。武芸者はね、これ確実に、違う人です。ドッペル雅ではないです。というのも、まず一つは剣が違う剣ですね。剣がバキーンってぶつかるところでも、ちゃんと剣の刃文が違ったりとか、この、つばじゃねえや。つばか。つばでいいのか。つばのデザインが違ったりとか、あとまあ帽子かぶってることとかですね。あと服装も違います。っていうので、まあこれに関してはさっき読んでいた小説なのかなその本に登場する武芸者をイメージしてイメトレしてるんだなっていうことが読み取れますね。で、さらに、この、その次は猫か。で、その次は猫なんですけど、猫、これかわいすぎてみんな、見落としてると思うんですけど、猫って実はめっちゃ強いんですよ。そう。猫って、人間と仲良くするためにサイズまでちっちゃくしたんじゃないかみたいな説が、言われてるぐらい、超強生物なんですよね。めちゃめちゃ体柔らかいし、俊敏性も高いし、反射神経すごいし、爪は鋭い、牙も強い、まあそもそも肉食なんで、
本気で人間に襲いかかったら普通に人間倒せるんですよ。だけどまあ人間と仲良く暮らせるサイズまでサイズダウンしたのが、まあその家猫たちっていう風な説もあるぐらいなので、まあ猫たちって実はすっげえ強いんですよね。まあ実際、猫パンチを、こう、受けたり避けたりみたいな感じで猫と遊んだことある人分かると思うんですけど、めっちゃ速いんですよ。うちの実家にいた8キロぐらいの超でっかいニャンコでもめっちゃ速いですからね。避けきれなくてよく顔切られてましたもん。まあ、それぐらい速いニャンコのパンチをニャンコを見ずにこうスパパパパーンってこう弾いてるこの所作は相当すごいですよね。まあこれに関してはイメージじゃなくてリアルで戦ってますけど、これは相当すごいと思います。で、さらに、その後に出てくるメカですね。まあこいつ、似たようなデザインの敵が全ゼロにね、普通に敵として登場しますけど、まあさすがにでかすぎるので、おそらく、一緒に置いてあった SF 本の設定から想像を膨らまして、こいつを想像してるんだろうなっていう風に考えられると思います。はい。んで、さらに、今のがすごいポイント2だったんですけど、すごいポイント3です。足場が悪いです。全部戦ってる場所が、とにかく戦いづらそうな場所ですね。で、最初のエーテリアス戦が狭い車内。で、まあ、剣が振り回しづらいような場所ですよね。人も守らなきゃいけないし、戦いづらいような場所。しかも多分電車なんで、おそらく足元ゆらゆらしてるはずです。で、その次、ドッペルミヤビみたいなのと戦うときは、自由落下してますよね。自由落下中に戦闘しなければならない。地面に足すらついてないっていう状況で戦います。で、さらにその後のちょっと水墨画みたいな表現になってるところは、もう地面に一回も着地せずに、なんかこう、木々を多分蹴りながら移動してるんでしょうね。空中戦っていう感じになってます。で、次。さらに、武芸者と戦っているときは、大波の上で、もう多分、これ、なんだろうね。大木多分、イカダみたいなものですらないよね。流木みたいなやつの上で切り合ってるので、相当足場は不安定だと思います。で、最後にちょっとまあ、見落としがちだなとは思ったんですけど、このロボと戦ってる時も実はビームがだんだんね、この雅側に、グリグリグリって迫ってきてるんですよね。なのでまあ、都合よく逃げ切れるみたいなこともあんまり想定してないんだろうなっていうところが伺い知れるなと思って、一応これも書き足しておきました。で、まあその最後のシーンになるんですけど、まあ最後のシーンは、なんだろうな、こう、実際にこう、ためを行って、こう、一番強い一撃を出そうみたいな瞬間じゃないですか。で、まあ、そこで、こう、目の前にいる敵がパッパッパッパって入れ替わる演出が入るんですけど、まあ、この敵だったらこう当てよう、この敵だったらこうしよう、こいつだったらこう当てよう、こう対処しよう、みたいなのを、おそらく、全部、イメージしているんだっていうのの、まあ、なんか総集編的な見せ方だと思うんですよね。常にこう自分の一番強い技をどう決めようかみたいな、そこまでどう持っていこうかみたいなことを考えて生きてるんだなっていうのがわかるシーンの説明なんじゃないかなって思いました。はい。で、最後まとめさせてください。で、今回は、可愛いだけじゃないぞっていうのをね、伝えれたらなっていうことで解説させていただきました。まあ、強者の考え方が出ているって書いたんですけど、まあ、その、都合のいい妄想をして、ムフフフってなってるっていう可愛いなっていう見方をしてももちろんいいんですけど、強いやつならではの、こう、シビアな、状況想定でイメトレをしてるんだなっていうことが伝わってくる、映像だったんじゃないかなと思ったので、ちょっとそういう見方もあるよっていうのをシェアさせていただきました。まあね、説明中でも語ったんですけど、こう、ホヨバの映像って、こう、文章化しづらい、なんかこう、そういう感じなんだろうね、みたいな見せ方をすることが多いので、まあ、不確定な部分っていうのはめっちゃ多いです。さっきの、ドッペルミヤビなの昔のうつろ狩りなのみたいなの分かんないかったりするんですけど、まあ自分なりに、まあミヤビのなんか凄さが随所に表現されてるんじゃないかなっていう視点を、提供させていただいた次第でございます。
もしね、あなたのね、独自の読み方みたいなのとか、こんなん気づいたぜとかね、こうやってみたら面白いんじゃないかみたいなのがあったら、ぜひコメントなり、チャットなりで教えていただけると嬉しく思いますので、ご遠慮なく書き込んでいただけると嬉しく思います。はい。コメント読もうかな。ただのゲーム好きさんコンです。この傘被ってるやつわかるかっこいいよね、あいつね。柴犬さん、イメージするのは常に最強の自分。どっかで聞いたことあるな。どっかで聞いたことありますね。弓を使わない旧兵が言ってたような気がしますね。はい。てなわけで、解説はこんなもんなんですが、最後に、速度を4分の1にした映像を用意したので、よかったらそちらを見てみませんか？見てみましょう。すごい速い映像なんで、結構ね、目が追いついてなくて、なんか、どうなってんのみたいなのが分かりづらい部分が多いと思うので、4分の1速で見ると結構ね、こんな描き方してたんだみたいなのが分かりやすいと思うので、よかったら一緒に見ていきましょう。ちょっとボリュームを調整しますね。こんなもんかな。じゃあ、スタート。ちょっと4分の1なんで、音はね、同じピッチになるように、調整はしたんですけど、うるせえってなったら言ってください。ボリューム下げます。ちょっと下げるか。念のため。この光の表現めっちゃ綺麗だよね。髪に当たってるこのふわーって光。みやびのこの瞳の動きとかもすっげえ細かいしね。で、この下からこう上にグイーっていくカメラワークすごい好き。映画っぽい。で、トンネルの中暗くなって、一回ふわっと目閉じちゃって、バーン。で、ここではもう目開いてるんですよ。早いですよ。で、こっから早いですよ。4分の1速とは思えない速さ。すごいこの画面が狭いって感じで使うカメラワークがホラーっぽくていいっすよね。すげえ距離吹っ飛ばされてるな、改めて見る。で、乗客先に逃がします。これですね。左手に持ってたんだけど背中側に持ち替えて縦に抜く。で、ビーム避けてるんですよね、ここでね。で、よくよく見てみるとみやびさんここでもうなんか残像なのか分身みたいなのしてるんですよ。で、この描き方ね、ゆっくりで初めてわかる。このちゃんと全部切ってる。この持ち替えかっこいい。意外とね、水っぽい本能なんだよね。
この静かになった時に物が落ちるみたいな表現もなんかこう、黒沢映画とか、そこにインスパイアを受けた映画とかがよくやるよね。この回転表現めっちゃ好き。よく見るとなんかこう立教みたいなのとか通ってるんで。で登場ですね。このカメラいきなりめっちゃ引く動き多いよ。全ゼロで、ここよく見ると刀の形が一緒なんで、おそらくドッペルですね。ここでね、実は剣投げてるんですよ。で、拾ってすごい映像の表現が板のサーカスみたいになってるんですよ。肉弾戦なのに画面の手前行って奥行ってみたいなのがそれっぽいですよ。すごいよな、このテイストでこのアニメーションにするのマジですごいと思う。で、この剣がぶつかり合った時の火花で画面トランジションして水墨画みたいなやつからセル画っぽいアニメに移行するんですよ。この画面の切り替えもね、本当に全ゼロ上手ですよね。あんま止めないワンカットで作ったり、同じような動きとか同じような音とかで画面につなげるのが本当にうまい。めちゃめちゃ不安で、この受け取った動きから猫につながる。これもトランジションですね。で、ペチペチペチ、なでなでなで、飛びかかりガードで、この猫吹っ飛ばしがこれにつながるみたいな感じの動きのトランジションですね。これ煙のトランジションですね。画面を一旦煙でいっぱいにして切り替えちゃうで、今の場所から飛んできたかのようにジャンプでつなげる。でっかかわいいここもゆっくり見て初めてなんかどんなのが映ってるか分かりますよ。最後にあんこの目が映って、そこから現実。
にゃんこの表情もめっちゃ変わってるよね。この短時間で。したしなやか。ブルブル。やっぱホヤは猫の動きに異常なこだわりあるよな。猫ちゃんと喧嘩の総括かわいい。それちゃんと口の中の歯まで作ったんだよな。立派な修行だ。かっちゃん、今日もまた脳内のできた。にゃ最後にゃんこが驚くのいいよね。かわいい。はい。というわけで、解説一緒に見ていただいてありがとうございました。はい。というわけでね、新しい試みだったんですが、まあどうだったかな。よかったら、チャットなりコメントなりで教えてください。というわけで、まあ、そうだ。よかったらね、高評価、チャンネル登録していただけると、そちらも嬉しく思いますので、今後ともよろしくお願いします。というわけで、まあ、前半戦終了ということで、後半からはファニーカードクラブに移っていきたいと思います。